圧倒的強さを誇る強戦士たち。フォビドゥン、カラミティ、ベイダー。フォビドゥン、カラミティ、ベイダーの3機は、機動戦士ガンダムシードの後半で登場した機体です。ナチュラル陣営である地球連合軍が開発し、コーディネーターを殲滅するために、コーディネーター以上の身体能力を持たせた生体 CPU、いわゆる強化人間として改造された人間であるブーステッドマンと呼ばれる者たちが登場して戦いを繰り広げました。フォビドゥンにはシャニアンドラス、カラミティにはオルガサブナック、ベイダーにはクロトブエルが登場しており、それぞれが非常にエキセントリックで際立ったキャラクター性となっていることから、視聴者に強く印象を残すキャラとなっています。今回はそんなフォビドゥン、カラミティ、ベイダーとその派生機について解説させていただきます。カラミティ、フォビドゥン、レーダー発進です。不沈艦アークエンジェル、今日こそ沈めて差し上げる。機動戦士ガンダムシードの舞台であるコズミックイラ71年、地球連合所属国家の大西洋連邦はオーブ連合首長国のモルゲンレーテ社と合同で初期 GATX シリーズと呼ばれる5体のガンダムを開発しました。それがストライク、デュエル、ブリッツ、バスター、イージスとなります。この中でストライク以外の4機はザフト軍に奪取され、偶然ストライクに乗り込んだ少年キラヤマトが戦いを繰り広げていきましたが、そんな中初期 GATX シリーズの設計が完了した段階で同時に後期 GATX シリーズの設計も始まりました。こうして開発されたのが GATX252 フォビドゥン、 GATX131 カラミティ、 GATX370 ベイダーとなります。初期 GATX シリーズに搭載されたフェイズシフト走行はエネルギーを消費する代わりに物理的な衝撃を無効化できることから実弾兵装に強いというメリットを持ちましたが、稼働時間の制限という問題を抱えていました。そこで後期 GATX シリーズにはトランスフェイズ走行が採用されています。これは通常の走行の内側にフェイズシフト走行を備えることにより、外装の圧力センサーに反応があった時だけフェイズシフト走行が発動するという仕組みで、これによりエネルギー消費量の軽減に成功しています。なおトランスフェイズ走行の搭載箇所について、書籍機動戦士ガンダムシードメカニック&ワールドやグレートメカニクスでは、後期 GATX シリーズのトランスフェイズ走行はコックピットやエンジンブロックなど重要な箇所にしか搭載されていないという設定が存在しており、さらにアニメ作中ではフリーダムのクシフィアスレール砲フォビドゥンがゲシュマイディッヒパンツァーで防御した際に無傷で済んでいて、書籍モビルスーツエンサイクロペディアではパンツァーにもトランスフェイズ走行が施されているとされていることから、トランスフェイズ走行の搭載部位は全身ではなく武装を含めた機体ごとの重要な箇所にのみ搭載されているようです。またこの走行の性質から劇中ではフェイズシフト走行の機体は格納庫ではフェーズシフトがオフになっているので機体色が基本的にはグレーですが、トランスフェイズ走行の機体は外装色が変わらないので格納庫でもそのままの機体色で格納されている様子が伺えます。こうして開発された後期 GATX シリーズは各機体様々な特徴を持ちます。まずフォビドゥンについてです。本機はブリッツと同型のフレームを採用し、突撃強襲用モビルスーツとして開発されました。機動性が高められているため強襲形態への変形が可能で、さらに飛行能力を持ちます。ブリッツのミラージュコロイドは消費電力が大きかったため、この技術を応用した敵のビーム粒子を屈折させる変更走行ゲシュマイディッヒパンツァーが導入されており、これによってビームを湾曲させて被弾を防ぐことが可能なので、トランスフェイズ走行と合わせて鉄壁の防御を誇ります。武装としてはまず誘導プラズマ砲フレスベルグを持ちます。こちらはバックパック先端に内蔵された高出力ビーム砲で、ゲシュマイディッヒパンツァーの技術を応用しているためビームの軌道を自在に曲げることが可能です。またバックパック内には可動式レールガンエクツァーンを持ちます。こちらはレールガンとしてだけではなく、フレスベルグの軌道を曲げる磁場発生器としての役割を持ちます。なお新発売のフルメカニクス100分の1フォビドゥンガンダムのガンプラでは、レールガンが肩よりやや内側に取り付けられていて、前に構える際には複雑な稼働をさせる必要があるため、機構的に実戦では扱いづらそうな印象を受けたりします。近接用兵装としては10分シュレンニーズヘンを持ちます。
先端に打突用スピアを備えた大型の釜ですが、実体兵器なので対フェイズシフト走行機体には効果が薄いとされているものの、劇中ではオーブ艦を一撃で破壊したり、フリーダムと戦った際にはミーズヘグで吹き飛ばしていました。他にも両腕内蔵の機関砲アルムフォイヤーや東部バルカン砲イーゲルシュテルンを持ちます。劇中で本機にはシャニアンドラスが登場して戦いました。デスメタルノイズ系などの音楽鑑賞が趣味で、待機中はアイマスクとイヤホンをして寝ていることも多い人物で、戦闘中は残虐性が高く、時々フエスレルンを乱戦中に乱発するなど、特に精神的に不安定な様子が伺えるキャラとなっています。幾度もフリーダムやジャスティスと交戦しますが、最終的にデュエルとの戦闘で機体ともども爆散しました。うざいんだよお前ら。次にカラミティについてです。本機は砲撃戦型としてバスターの系統として完成した機体となります。カラミティはもともと連合内での万能機開発計画であるリビルド1416プログラムという兵装換装方式のベース機に選定された機体で、ストライクのストライカーパックシステムをより細分化させることで、射撃統制システムや OS、アーマー V、武装といった機体内外を改変し、あらゆる環境に適応した機体という位置づけなので、エール、ソード、ランチャーの3つが計画されましたが、ランチャータイプを要望する連合軍の意向により、砲撃戦型として完成しました。トランスフェイズ走行の採用により、省電力化が実現したことから、武装に割り振られるエネルギーが増加したため、初期 GATX シリーズでは実現できなかった砲撃能力を獲得しています。一方で、豊富な武装から重量が増加しているので、地上での飛行は不可能となっており、劇中ではレーダーに乗って移動するシーンが多く見られます。ただし、意外と機体重量はバスターより3トンほど軽量になっていて、地上ではホバー移動により高い機動性を発揮することができます。武装としては、まず本体胸部にイージスと同様の複列位相エネルギー砲スキュラを持ちます。スキュラは144分の 1HG カラミティガンダムの説明書では、イージスでその威力が立証されたので採用された兵装とされていますが、劇中でイージスは奪取されてザフト軍が使用した機体なので、なんとも皮肉の効いた説明となっています。ハイブバックパックには2連装高エネルギー長射程ビーム砲シュラークを持ち、移動砲台としても運用されます。携行武装としては、まず右腕にプラズマサボットバズーカ砲トーデスブロックを持ちます。小型の弾頭をプラズマに包んで高速射出するもので、連射はできないものの高い威力を誇ります。先日公開された劇場版機動戦士ガンダムシードフリーダムの第2巻 PV では、ミサイルのようなものが打ち出されるシーンが存在しますが、青白い光が見られるため、こちらも同じような仕組みなのかもしれません。左腕には2連装昇格砲ペーパーツバイを装備します。対ビームシールドの射角を変更できるビーム砲が搭載されていて、先端は打突武器として使用することも可能です。劇中で本機にはオルガ・サブナックが登場して戦いました。普段はジュブナイル小説など読書をたしなむ物静かな青年ですが、戦闘に入ると破壊衝動が高まり、敵味方の区別なく破壊を行う様子も見られます。砲撃能力を生かし、オーブ戦で多数の敵機を撃墜し、ヤキンドゥエ攻防戦でも猛威を振るいますが、ミーティアを装備したフリーダムとジャスティスの2機の連携によって背後から大型サーベルで真っ二つにされて爆散しました。殺されるよりは殺す方がマシってね。次にレイダーについてです。本機はイージスと同系統のフレームを用いた可変モビルスーツとして開発された機体であり、高速性を生かした一撃離脱戦法を得意としています。もともと連合軍では後のレイダー正式仕様となる新型機の開発を進めていましたが、本機はオーブ進行作戦に間に合わせるべく急遽開発された機体となります。イージスが主に宇宙空間での高機動戦闘を想定していたのに対し、レイダーは大気圏内での運用が想定されています。そのためモビルアーマー形態では大気圏内飛行が可能で、短期での一撃離脱戦法のみならずカラミティを乗せて移動するなど、味方部隊の展開機動力の向上にも貢献しています。武装としては、まずビーム兵装として後墳にスキュラの流れを組むエネルギー砲ゾーンとヨールの大型クローン短距離プラズマ砲アフラマズガを持ちます。これらはビーム兵器でありながらも射程が短い兵装とされていますが、
ビーム兵器の装備を限定的にすることで稼働時間の延長に寄与しています。その他には多彩な実弾兵器を持ちます。まずガンダムハンマーを彷彿とさせる破砕球ミュルニュルは内蔵のロケットスラスターで軌道をコントロールしつつ強力な一撃を叩き込むことが可能です。劇中ではフェイズシフト走行が切れた瞬間のフリーダムの頭部をミュルニュル一撃で破壊する場面もありました。またワイヤーには対ビームコーティングが施されているため振り回してビームを防ぐことも可能です。右腕には超高初速防順砲を持ちシールド兼機関砲として機能します。なおこの機関砲は実体弾ではなくビーム砲と設定されている媒体も存在します。またモビルアーマー形態では追加で機種に搭載された機関砲や剣部から露出する機関砲が使用可能になります。劇中で本機にはプロトブエルが登場して戦いました。ゲームが趣味で待機中は携帯ゲーム機グレートワンダースワン XXX のシューティングゲームに没頭していました。喧嘩っ早くそれー滅殺といった叫びを上げながら戦う様子が印象的でフリーダムやジャスティスと激闘を繰り広げますが最終的にバスターのライフルを使用して応戦したデュエルの前に撃墜されました。なおスペシャルエディション完結編冥道の宇宙ではバスターに撃墜されています。僕はね。こうしてブーステッドマン3人が狩る機体は各キャラのインパクトの高さもあって劇中で大きな印象を残しましたが同時にその性能の高さからシードモビルスーツバリエーションでは数々の派生機が作られていきました。フォビドゥンのバリエーション機体としてまず地球連合初の水中専用モビルスーツフォビドゥンブルーが存在します。こちらはゲシュマイディッヒパンツァーを水中用装備に転用して水圧や抵抗を減衰することで水中での活動を可能とするという機体ですが深海でエネルギー切れになると機体が水圧で圧壊するというとんでもないリスクを抱えていたためテストパイロットから禁断の棺桶を意味するフォビドゥンコフィンと揶揄されています。またこの頃の地球連合はザフトのプーンやゾノに対し水中戦で大きく遅れをとっていたためフォビドゥンブルーの実動データを元にしつつも新規設定としてフォビドゥンブルーの緊急時の耐圧性を改善した正式仕様ディープフォビドゥンを開発しています。なおフォビドゥンブルーの量産化を図った機体としてはシードデスティニーの世界でフォビドゥンボーテキスが完成しており禁断の棺桶という汚名を返上した水中用機体として登場しています。次にカラミティのバリエーション機についてです。カラミティはリビルド1416プログラムに基づいて開発された機体ということもあって各部に搬送機能を追加したカラミティが開発されています。まずはソードカラミティです。本機はカラミティソードストライカーの改良型を装備した機体で重火器を撤廃して軽量化を図っているため機動性と運動性が向上した格闘戦向きの機体となっています。外伝作品アストレイシリーズではその人気の高さからか数多くのシーンで登場しています。次にエールカラミティです。こちらはカラミティエールユニットを装備した制空戦仕様となります。高い性能を誇るものの非常に操縦が難しいことから扱えるパイロットがいないということで量産が見送られることになった機体である。漫画機動戦士ガンダムシードエクリプスの作中にてアンティファクティスのジョエル・ジャンメール二郎が登場しエクリプス1号機を圧倒する様子が描かれています。次にレイダーのバリエーション機についてです。レイダーはそもそも正式仕様がクロト登場機よりも先に開発されている機体ということで完成された機体だからか他のバリエーション機が登場しておらず MSV 内のザフト軍カーペンタリア基地の急襲で活躍する姿が見られるほかシードデスティニーではヘブンズベースでレジェンドと交戦する様子が描かれています。またこのほかフォビドゥンカラミティレイダーにはシードデスティニーの世界であるコズミックイラ73年に再開発された機体が存在します。ガンダムシードの最終決戦である第2次ヤキンドゥエ戦役終結後ユニウス条約が締結され軍備の制限が課されたため地球連合はエースパイロット専用の高性能モビルスーツ開発計画アクタイオンプロジェクトを発足しました。その中で開発されたのがロートフォビドゥンブラウカラミティデルプレイダーとなります。ベース機の能力を2倍にして弱点もカバーするというコンセプトのもとに開発された機体で攻撃のブラウカラミティ防御のロートフォビドゥン
格乱のゲルプレイダーという3機での運用を前提としています。各機にロンギュールが持つ疑似人格コンピュータ8を元に製作された自動操縦用 AI80 が搭載されており、3機で連携するトリオシステムに対応した無人機とされています。余談ですが、俗称サンバカとも称されるシャニー、オルガ、クロトの3人は強化手術を施すことによってコーディネーターを超えるほどの身体機能を付加された兵士であり、劇中ではフリーダムを撃墜寸前まで追い込み、フリーダムがジャスティスと共闘して以降も3機で互角以上に戦っている様子が描かれました。その一方で、肉体の維持にはガンマグリフェプタンという薬を定期的に摂取しなければ恐ろしいほどの激痛や苦痛が禁断症状として現れるため、戦果を上げられない彼らへの懲罰という意味も込められているということが小説版で示唆されています。消耗品として扱われる悲しき人物たちですが、その印象強いキャラクター性からか、ネット界隈では今なお愛され続けるキャラとして語り継がれるようになっています。今度こそしっかり働いてもらわないとデモンストレーションにもなりゃしない。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。